お時間始まります。めちゃくちゃうまいさあ今日はですね、千葉県君津市にあります花々の里オートキャンプ場というところでキャンプしていくんですけれども、今日は何を作るかと言いますと、鶏とおネギを美味しく食べる、水炊きですね。これも絶品のやつでございます。それ食べて、でその後ぜんざい持って行ってますんで、餅焼いてぜんざい食べる、そんな感じなんですが、これ全部はご飯食べ終わった後にですね、ちょっとまた一緒に行ってる友人がですね、なんか不思議なことを言い出しまして、僕にとってはすごい不思議やったんですけど、これ俺が変わってんのか何なのか、ちょっともしよかったら皆さんちょっとどう思うか判断してみてください。ではですね、とりあえずキャンプやっていきます。で今日のキャンプがですね、メインが初めてね、薪ストーブを使う薪ストデビューでございます。頑張っていきましょう。はい、開けまして、その薪ストーブっていうのはこれです。ポモリーというメーカーの薪ストーブ。薪ストーブをね、ちょっとこれいつかもうやっぱりこう手間がね、後片付けとか設置の手間がちょっとかかるので、いつかこう年いってですね、ちょっとおじいちゃんになって、時間もたっぷりあってっていう時にキャンプで薪ストーブやろうと思ってたんですけど、私我慢ができなくなりまして、買ってしまいました。で今日がデビューです。で最近このアルミコンテナですね、アルミコンテナにキャンプの細々したものを全部詰め込んでおります。こうしとくとですね、車から荷下ろしがしやすくて、もうこの4つさえ出しとけばある程度キャンプができるという状態で、今日はテント泊なんですけど、車中泊の時なんかは寝るスペースが一気に空いていいかなと思います。ちなみにオリジナルのアルミコンテナも制作中です。これうちの得意ビデオスターのシートカバーですね。あれめちゃくちゃ便利なんで、よかったらご購入ください。さあ準備していきます。そのアルミコンテナからですね、もろもろナイフとか金槌とかそういうのを取り出します。結構ね、ジャンル別にコンテナ分けとくと使いやすいです。ここね、猫がたくさんいるんでね。で今日のテント、このレンコンテントっていうDOD のやつですね。このレンコンテントがですね、なんで今日これ持ってきてるかというと、冬ポリコットン TC テクニカルコットン素材で、中にストーブとか入れても熱に強いので、なんなら焚き火しても大丈夫っていうやつで、なんで大丈夫かって言いますと、これところどころね、窓みたいにいっぱいこれがついてんねんけど、これジッパー緩めててくれ。で穴開けれるんです。穴開けれるっていうかね、窓を開けれるんですよ。でそうすることによって換気ができるんで、中で焚き火をしてもなんとか煙も出ていくっていう感じで、今回は薪ストーブやるんで、焚き火はしないんですが、このね、開けた窓から、薪ストーブの煙突を出しまして、ちょっと後ほど窓が開きますんでね、この窓ですね、これがねジッパーになってまして、開くんですよ。そこを開けて、薪ストーブの煙突をちょっとそこから出すと。普通薪ストーブの煙突出す用の穴がついてるテントとかですね、そういうのがあるんですけど、ここですね。僕はもうあえてここをちょっと開けて、後から薪ストーブの煙突出してやろうと、そんな使い方をしようと思っております。一旦酒飲む？いいですね。テーブル出そう、そこに。いいですね。うまー。なんだよ、なんであったか。あったかこれ。
空綺麗やな。ねえ。めっちゃ青いな。さて薪ストーブセッティングしていきます。これね緊張の一瞬ですね。はい、もう届いたまんま持ってきましたんで初めて開けまして、これ中にね煙突組み立て式の煙突がこういう風に入っております。でなんでこのポモリーのテント薪ストーブにしたかって言いますと、僕の敬愛しますキャンプの YouTuber のミスターシュウさんという方がですね、ポモリーの薪ストーブも使ってらっしゃって、でポモリーええなと思って、いろいろポモリーの中でもいろんなモデルがあるんですけど、このモデルは一番ぐらい大きい薪ストーブで3面がガラスになってて、薪がメラメラと燃える、様子が見えると非常に楽しそうだなということで、買いました。この煙突をねどんどんこう組み立てていくんですけど、これ今ねポモリーのその YouTube 焚き火台この薪ストーブ使ってる人が上げてる YouTube を見ながら、やってるんですけど、このね煙突がねちょっと太いのとちょっと細いのがあって、これ微妙なんですけど、それを交互に組んでいかないと煙突がつながっていかない。でこう火力の調節弁とかがついてる煙突のパーツもあるんで、それをなんか一番最初につけてとかね、なんだかんだやりながら、なんとか一応組み上がってですね、である程度組んだらこのテントの中に入れていきます。でこれ本当はねもっと煙突の穴ぴったりでやってこの保温性を高めたいとこなんですけど、ちょっと今回ねこういう使い方をしてみようと思います。ある程度これでもね十分暖かくなるんではないかなと思います。こんな感じに仕上がりました。これもうちょっと内側に寄せてチャックをもうちょっと締めます。さあ言ってる間に辺りがだんだんですね日が暮れてまいりました。美しい。こんな感じでセッティングをしまして、オーサムツールバッグもセッティングしまして、あれ本当にめちゃくちゃ便利ですやっぱり。さあこの薪ストーブなんで薪を割っていきます。で最初ねちょっと最初につける用のちょっと細めの薪をねまず作っていきます。一旦ちょっとちゃんとしたやつでやつすすが出るのよね。でなんかね最初はねあんまり急にガンガン燃やすとガラスのとこにな黒くなるから鉄が変形しやすくなるらしいので、ちょい弱めにつけていこうかなと思います。さっきね得意も言ってましたけども不完全燃焼すると黒いすすがねガラスのとこに付着して中の炎が見えにくくなるんですけど、この薪ストーブのいいところがですね、前面のところからこの空気がふわーっと入って、その空気でね前面のガラス前の面のガラスにすすがつかないようにするような機構がついているっていう優れものです。じゃあ着火していきます。あ、そんなもんでいいですか？最初からグワーってやると、温度を上げると、鉄が曲がったりするんだって。あ、へえ。最初は一旦。さあ憧れの薪ストーブでございます。いい色やな。ええな。ねえ。もうええな。ねえ。あったかなってきた。あ、上が。へえ。ライサタにもらったさ、エビがあんのよ。エビの屋さんの。
うまっ。うん。甘っ。これ甘エビなんかな。ね、甘いですね。でかい甘エビなんかな。ね。うまっ。ちょっと待って、これうまっ。甘い。うん。うん。うまっ。うん。夜ご飯ってね、夜ご飯だけじゃないや。朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんの時間にお腹空いてなくても、食べとかなとかって思います。もうお腹空いてなかったら食わへん。お腹空いてなかったら夜ご飯の時間でも昼ご飯の時間でも食わへん。それってね、当たり前のことじゃないですか。まあな。人によってもっと自由じゃないんですかね。ご飯の時間って。いやだから家族で食べるとか、何人かで食うってなった場合に、みんなが大体この時間だよねっていう時間取るだけなんじゃん。一人やったら別に食わへん人もいっぱいいるんちゃう。腹減ってなかったら。だからなんかもっとトイレぐらいもっと別に自由でよくないですか。だからみんなで食うからじゃうやっぱみんなで。お父さんとお母さんはお腹減ってへんけど子供たち腹減ってる、でお母さんじゃあ夕方6時に子供たちの分作って、で今度10時にお父さんとお母さんの分作る、めんどくさいやんそんな、だから1回で晩ご飯ってやって、でみんなで合わせて食べるっていうことになってんじゃん。めんどいから手間やんそんな、これなんで思ったかというとね、さっきちょっと小腹空いたからお菓子食べてたんですけど、昔の人お菓子なかった時、小腹空いても何もなく腹減ったなと思ってそのまま個人で食ってたでしょ多分、もう夜ご飯までまだやなとかなく腹減ったら食うここが、あと火とか使うようになったら、さあ焼きますよとか焼けたよとかっていうタイミングあるやんやっぱ。確かにさすがにそこまで熱いってないやんな。まだここまでは来てないですね。やっぱこれもうちょっと締めんと10万せえへんのかな。まあもうちょっとこれ前出してこっちまで攻めたらいけんねんけどな、もうちょっとちっちゃく窓。もうね朝起きて仕事する時もう冬パソコン冷たくてそれが嫌なんですよ仕事すんの。もうノートパソコンだから。まあ鉄やからね。はい。でも鉄じゃないか。プラスチックやもんな。プラスチック？マックやったっけ？マックです。マックは冷たいな。はい。バタこっち来る。こっち来たらええんじゃん。ストーブ挟もうか。はい。なんなら。そうやんな、そうこれやな正解。あったか。あったかいの？めちゃくちゃあったかいです。これやわ。綺麗に燃えてるなぁ、やっぱ。ここでなんか空気の。そこで？へえ。下から空気入れるあれで。でも吸う装置があるわけじゃないじゃないですか。でも中が燃えてるから、燃えてるからそうか。吸う。あったか。ねえ、めっちゃあったかい。これ肉焼くときはこの上に鉄板を置くんですか？まあ鉄板置いたりとかフライパン置いたりとかで、ここを開けると開くんや。ここが開くのよ。直火でやれるから。これもだいぶ調べてこれにしたんですか？だいぶ調べた、ほんまに。このポモリーっていうブランドの焚き火台薪ストーブを、ミスターシューさんが使ってて、アメリカのブランドやねんけど、物がしっかりしてるから結構なんか薪ストーブでも一番人気のブランドとかあんのよ。なんか、なんとかベルっていうやつがあって、それはもっとちっちゃかったりとかで、こういうガラス窓があんまなかったりとか。ガラス窓がない？もう鉄のまんまっていうか。全部蓋してあるんですか？そう。へえ。
だこういうガラス窓ついてるやつはこう火を見て楽しみたい人のためにちょっとガラス窓つけてるみたいなモデルで、でもこれあれですよね、もうこれじゃないですか、こうコンパクトじゃないこれはもうドンっていうね。もう折りたたみのやつとかもあって、めっちゃちっちゃくなるやつもあんねんけど、まあ、車で行くからな、結局折りたたみのやつやったらやっぱり強度がそれだけ、まあ、ちょっと落ちるし、まあ、逆に畳む面倒いなみたいなのもあるし。出てるな。強いウイスキーと、そうじゃないウイスキーあるじゃないですか。甘いウイスキーと、そっち好きですよね。でもこれ割とスモーキーな感じだよね。そのなんていうんですか、アイラ系っていうらしいんですけど、そのもろアルコール、もろアルコールよりなんか他の香りの方が好きやな。ああ、そうなんですね。甘くない。でもこうやって後から入れるとこのウイスキーの香りなんかがすごくいい感じになって美味しいのよ。酒は美味しいお酒をちょっとずつ飲むのがいいですね。ほんとそう。あんまガバガバ飲んだらね、ちゃんと味わってね。さてそろそろいい時間になってきたので晩ご飯にします。今回ですね、冒頭でも言いましたけど、鶏とおネギの水炊き、これもすごいシンプルで、本当にね、鶏とネギとニンニクのみで味をつけていきます。であと少しの塩ね、ぐらいです。もう本当ね、鶏とおネギとニンニクからいいこう出汁が出ますんで、これがね非常にシンプルながらめちゃくちゃ美味しくて温まるんですよね。もうネギね好きなんで、これもう4本ネギ4本いきました。でこの青いところはちょっと薬味的に使おうかなと思います。実はこれ賛否両論っていうお店があって、そこの笠原シェフがですね YouTube でこれに似た料理を紹介してらっしゃって、作り方はちょっと僕若干違うんですけど、笠原さんはお豆腐も入れてらっしゃったんですけど、ちょっともうよりシンプルにして、作り方もなんかちょっとだけ笠原さんはね最初に鶏をね湯がいてちょっとこう臭みとかをさっと取ってはったんですけど、ちょっとキャンプやからちょっとね湯がくんが結構めんどくさいんで、私の場合これ最初ちょっと炒めるという、炒めてちょっとネギとか鶏用の香ばしさを出してその後煮込んでいくっていう感じにしようと思います。これ直火でね、この薪ストーブを使っての料理っていうのもね楽しいです。あったかいです。はい、こんな感じでバーッと炒めていきます。ちょっと鍋に対して具が多いんでちょっとなんかあんまりしっかりは炒められなかったですけど、まあこの辺はなんとなくでお水入れていきます。ニンニクも入れて、で酒、そうそう、お酒ね、これがいい働きしおるんですよ。日本酒の旨味がねたっぷりと出ます。それダブルウォールはい。やったらやらない方がいい。あ、いますか。中で真空の層があるからそれが膨張してバーンってなっちゃう。わあ、へえ。巻きちょうだい。
さあどうでしょうか。蓋開けます。あ、いい具合にグツグツなってますね。いいですね。最初のアクは取った方がいいらしい。むちゃくちゃいい香りしてるこれ。ね。アクって何なんですかね。でもアクがうまみやっていうのもあるし、何でもかんでも取りゃええってもんじゃないんで。ただなんか一番最初のアクは取った方がいいとか、そんなんがあるみたいよ。でネギの青い部分切ってあるからこれ、薬味に。あらら。塩入れましょうか。ほんのちょっとね、ほんのちょっと塩入れてきます。あくまでもこの鶏とネギの風味がメインなんで、まあちょっとって言っても結構入ってるから、でも量が多いんでね。うわ、うまいだし、めちゃくちゃうまい、うまいこのだし。うまうわ、これやっぱり鶏だけでこんな白くなるんですね。うん。あーうまっ。ちょっと待って、マジでうまいこれ。うわやばい、これポン酢いりますかっていうレベルの出汁ですね。ん。うまー。あー、温まる。あー、うまあーうまっ。おー、鶏も山ほど入ってるから。おー、あっちゃ。あかんで、おばあさん出てや。はいはいはい。ここ今ね、一瞬バンって触れちゃったんですよ。うわ、うまい。うわ、うまっ、うまっ。いただきます。うわ、ほんとにうまい。うまー。あ、薬味のネギいい。これ最後締めにマルタイラーメンするんで。うますぎる。うますぎる。いや、こらすごいわ。鶏とネギとニンニクだけでこんななるっていうのねえすごいな。鶏あんな山ほどで500円ぐらいで。あー、うまーしか出ないよね。あったかいしうまいし、ねえもうなんなんこれ。一応さ、はい。お餅とぜんざいの素って入れんねんけど、あわこの間の正月旅行の残りのやつ、はいはいはい。やっぱキャンプは冬やな、うん絶対冬やな、うんこの温度やったら全然寝れるな。多分朝ちょっとさすがに寒いかな。そうですね。やっぱり
地面が直ですしね、あ、俺さ、うちの王様マットレスのシングルのやつコットの上に引くから、俺パタパタパタってするやつマット持ってきてるから、はい、あれ引いたら全然違います。全然違う。コットの上に、うん、あ、へえ。でその上に寝袋引いて、へえ。やっぱ下からの冷気を遮断してくれるから、やっぱそのためのコットじゃないんですか？コットは言ったってあれやん、上げ底プラス遮断。そう。ではそろそろ締めに参りましょうか。ちょっとラーメン行きませんか？はい、行きましょう。二束いっちゃうか。いっちゃう。僕食えます。ちょっとだけカレー味つけようと思って。ああ、カレー味ちょっとだけなんかできるんですか？カレーにもうカレーにしたらもうカレーになりますね。これはフレークやから。はい、うちのこじらせカレー、こういう使い方もできます。便利です。取り出しカレー。取り出しカレー。よし、いけそうよ。わういーわー。薬味のネギを入れましてね、ちょっとね。わあ、うまい。うまい。あー、うまい。うまい。うん。あー、うまい。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 バター人生でさ、はい。一番うまかったもん何？もうお店飲んでもいいし、あの時おかんが作ったやつとかでもいいし。それが果たして本当に食べ比べてうまかったかどうか、うまいかどうかは別としてね、うん、記憶に残っているああ、そういうのそういうのは、初めて食べたトンちゃんのサムギョプサル。トンちゃんってどこ？トンちゃんって、まあ、新大久保とか渋谷とかにもあるトンちゃんチェーン店。チェーン店です。うん。そこでサムギョプサル自体はそこ初めて食べたんですけど、うん、トンちゃんでサムギョプサルって意外やな。うん、びっくりしました。あまりにうまくて。あとこれほんまにどこのっていうわけでもないですけど、うん、小学校4年生5年生ぐらいの時に初めて食った中トロがうますぎて吐きました。そんなことある？うますぎて吐きました。うますぎて吐くってことあるの？2貫出てきて1貫食ってうまってなって、2貫目もうますぎて飲み込んでもうたんですよ。うん、ほんで気持ち悪くなって吐きました。でももう口の中からなくなるのが嫌なぐらい、中トロがうますぎて。へえ。1個選べあります？俺はそうやな、あれ俺高1ぐらい行ったかな、衝撃やったのは、カプリチョーザのトマトニンニクスパゲティ。ああ、へえ。うまーってなったそうか。あれはちょっと衝撃やったな。なかったから、あんなんがあの当時。もうカプリチョーザっていつからあるんですか？俺もう大人になってからやな、行った。カプリチョーザだからほんまに京都に、東京とかにはもちろんあったんやろうけど、京都に初めてできたんが俺が高校の時やって。あ、
東京にはあったんですね。うんだと思うよ。さっき東京言われたもん。さてデザートにぜんざいを作っていきます。にゃにゃあ、そうか、入ってきた。あ、入ってきた。入ってきたの。うん。あーうわーわわわわいや、わわわあああああこれ落としたら食えへんかな。焦げ落として食えんちゃう。食えるな。中も焼けてます。あとこっちで煮込んだら。よいしょ。よいしょ。わーうん、おいしい。うん。うん、うまい。うん、おいしい。うん。ああ、いいな、甘いの。あったかい甘いもんっていける人なんですね。いけへんそう。いけへん人多い、いるじゃないですか。僕もいけへん時代が長かったんで。あったかい。飲み物以外であったかい甘いもんってでもぜんざいぐらいじゃない出会うの。いや、アップルパイとかああったかい甘いもん。ホットケーキとか結構あったかい甘いの結構ない。じゃあな、ホットケーキ言われたらそうやな。ホットケーキ以外で例えば何があるの？だからアップルパイとかアップルパイやん。焼きりんごとかほぼアップルパイやん。あったかい甘いもん、あったかい甘いもん。まあ今やったらフォンダンショコラみたいなのあるけどな。なんか甘すぎちゃいません？全然あかんわ。それでやめます。あれたい焼きとかも出てきた。やめます。甘じょっぱいっていつからいけるようになりました？甘じょっぱいって子供の頃なかったでしょ？まあ日本古くから割とせんべいとかあるやん、甘じょっぱいもん。ああ、醤油せんべいに砂糖。うんかかってるやつとか。確かに。それやめます。それでいうとな、まあ、あんま食えへん調理法みたいなのなかったな。見たことないな。これ食うてないなってあんま見たことないな。うん。シチュー食うてないですね。ああ、あんま食わんな。甘いから嫌いじゃないけど。甘いから。シチュー甘ないやろ。ケチャップの甘さあるじゃないですか。
ケチャップとトマトの甘さ。甘みはあるかもしれんけど甘いが勝たへんやろ。シチューを甘いって表現しないですか？せんよ。あれ何ですかあれじゃあ。いや甘い以外のコクがあるとかなんか。甘くないですかシチュー？シチューは甘いとは言わんで。野菜の甘みとかが出てるとかはあるよ。ケチャップの甘みです。シチューってケチャップの味ちゃうもんだって。そうですね。デミグラスソースの甘さ。甘くないけどな。甘く感じないですか？あれを甘いとは感じひん。じゃあ甘い以外の表現をあれしてください。シチュー、ハヤシライスとかの甘さのことを。だから甘いと思ってないから甘い以外の表現にしかならん。だからカレーは辛いっていううんジャンルが分野があるじゃないですか。でもシチューは辛いでもしょっぱいでもないやつやん。いやいやそれはダメですよ。じゃあいくら丼何ですか？甘いいくらは甘いじゃないですか。だから甘じょっぱいになるのかな。醤い油とかってくらが甘い？いくら甘いでしょ。甘じょっぱい。甘じょっぱくないよいくらは。いくらはしょっぱいよ。しょっぱいオンリーですか？甘さはないよ。バターが甘いと表現するのは、普通の人は甘いと表現しないもん。ちょっと待ってくださいよ。いくら甘いなんてありえへんの。ちょっとありえへんことないじゃないですか。それって何？甘みがある。だからトロを食べて甘い。トロは甘い。トロは甘いかもしれないですね。だから濃厚さを全部甘いと捉えてんの。子供がいくら甘いいくら好きなのは甘いからでしょ。違うよ。いくらは甘くないよ。感じてる普通の人がいくらに感じる甘みのの味のことを、バターが、その甘いという言葉にするんじゃない。トロは甘い。トロの油が甘いっていうのはなんかわかる。なんかイベリコ豚の甘みとか。いくらはその甘みのことを言ってるならまだわかるけど、でも甘みじゃないんやろ。甘いいくらって甘いですやんっていう話やろ。砂糖の甘さとはまた違う甘さですよ。でも同じ甘いというそのいくらで、まず一発目にいくらを表現するのにまず一発目に来るのが甘いなの。いくらの味を構成する中で。しょっぱいより先に。でもいくらにしょっぱいっていうイメージあんまないかも。嘘やろ。甘じょっぱいはありますけど。甘じょっぱい？しょっぱいくらしょっぱいやないわ。梅干しみたいなしょっぱくはないけど梅干しは酸っぱいじゃないですか。塩漬けやでいくらって、醤油漬けか。醤油の甘みか。だから甘み、そのほのかな甘みとか、そのトロモとかのさ、油が甘いとかさ、いいお肉の油が甘いとか言うやん。あの甘みはわかるよ。あの甘みですよ。野菜とかの持ってる甘みとか、野菜の甘みとかが出てる甘みはわかる。シチューを何と表現するんですか？だからそんな表現、美味しいとしか表現せえへんよ。そのコクがあるとか深いねとか。それは甘さが深いねとかなんかの深いじゃないですか。辛い食べ物でもないし甘い食べ物でもないししょっぱい食べ物でもないものなんかいっぱいあるやん。いやこれはじゃあオムライスは甘い。それケチャップが甘いと思ってるからやろ。ケチャップ甘い。だからトマトの甘みじゃないですか。あれはもうそんな目で見るかね。シチューを何と表現。いやだからそれ表現だから全部の食べ物が、辛いか酸っぱいかしょっぱいかどれかに属するわけじゃないって。だからカテゴリーとしてしたら、シチューは甘いでしょ。だから違うってなんて言うんですかじゃあ。だからないねんってそんなない食べ物なんかあります？あるよ。寿司は何ですか？このネタを言ってください。タコ甘い。タコは甘い。タコは甘い。分けるならね。じゃあもうバターさ、タコは甘い。イカも甘い。味の感覚しょっぱいか辛いか甘いしかないんじゃん。もう3パターンとかなんじゃん。
いや違いますよ、そのグラデーションありますよ、もちろんグラデーションはあるけども、分けるとすれば分けたら無理やりすぎるやんそれを。甘い、その甘い辛いしょっぱいもっと細分化したら生臭いとかもありますよ。生臭いはまた味じゃないそれは失敗してるやん。生臭いはしょっぱい辛い甘い生臭いがその並ばんやん。じゃあ焼肉はしょっぱい、タレつけたらしょっぱい。タレつけへんかったらタレつけ方な。でもしょっぱみの部分、しょっぱみに入るのかな。肉焼いただけのやつが今日食べたお鍋はもう塩が入ってるからもう明確にあれはしょっぱい系の食べ物じゃないですか。塩が入ってるからって言ったら大概料理なんか塩入ってる甘みのことは分かるよ、イカも甘みがあるイカは分かるんだけど、甘いものとしてない。甘みがあるものは甘いから甘みがあるんでしょ。甘みイコール甘いじゃないですか。甘い食べ物っていうのと、甘みがある食べ物は違う。だからあまりにもざっくり分けすぎてるというか。クリームシチュー甘いですか。甘ない。あ、じゃあもう確実に僕との甘さの感覚は違いますわ。子供の時に家でクリームシチューとご飯が出たりとかすると、いや甘いもんで米食われへんわって言ってましたもん。いや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 だから多分甘いんですわ、僕の中で。いや、それが砂糖が入ってたらご飯食えるかっていうのは分かんないけど、クリームシチューの甘みって、言うてもその例えばミルクの甘みとか、生クリームとかの乳製品の甘みとか、まあ入ってる具材の甘み、人参とかの甘みとかが出てる甘みやんか、甘いもんでご飯食えるかっていう甘さじゃない。いやでも僕はあれがご飯の米の食える甘さだった。米の食えない甘さだったんですよ、だから多分甘いんですわ、僕あれは。ほんならぜんざいなんか食うたらむちゃくちゃ甘いんじゃん。むちゃくちゃ甘いことでまあ食なんかべれるぐらい。めっちゃ甘さに敏感ってことなんかな。だってそんなシチューの甘みをこんなん米食えるかっていう甘いって感じるってことはサーロインステーキとかで、お肉の脂甘いんやろ。甘い。飯食えんやろ。めちゃくちゃ食える。ちょっとよくわからへんけどな。だってイカなんか甘いんやろ、めっちゃ。寿司の上乗ってるけどな。さあ友人の意見、皆さんはどうお考えでしょうか。さあ寝床を作っていきます。今回ね、もうこのテントに直でコットを置いて、グランドシートなしでね寝ていきます。で僕はコットの上にうちの得意ビデオストアのオーサムマットレスのシングルサイズを置いて、これちょうどいいんですよ。普通だいたい標準的なコットの大きさにシンデレラフィットしますんで、もうそうするとね、下からの熱が遮断できるのですぐあったかいです。でオーサムマットレス、だからコット、オーサムマットレスで寝袋と、こういった形になりますね。これすごいあったかくて寝やすいです。僕のマットレスの購入先はまた概要欄にリンク貼っておきます。得意ビデオストアです。で友人のバターの方はですね、僕が持ってきたこのマットですね、折りたたみのマットみたいなやつですね。これでもね、ないよりはあった方が全然熱遮断できるんで、こういうのを敷くのもいいかなと思います。でやっぱり冬はあれ何だっけ、湯たんぽ使います。僕が使ってるのがロゴスのねやつなんですけど、ウェットスーツの素材でできてる湯たんぽで柔らかくてねすごいいいんですよ。ねえ、このキャンプで寝るときにね、薪ストーブの薪の炎を見ながらあったかいな言うて、最後ちょっとあったかいの飲んで、いいですよね。めっちゃいいな寝る時までこれ見れてるのめっちゃいいな。
さあ片付けしていきます。朝のこれ気温ね、寒いっちゃ寒かったですけど、一旦起きてしまえばね、ちょっと寝袋から出るのが結構辛かったですけど、一旦起きてしまえばそんなにこの日はねそこまで寒くなかったですね。さあ片付けなんですけど、これ結構ねキャンプする人も多分皆さんそれぞれ流の片付け方が多分あったりするんじゃないでしょうかね。とりあえず僕も一旦テントから次々物出して一旦全部出してみたいな。でそれを車に積んで、でストーブですね。これストーブね、後片付け結構面倒くさいかなと思ってたんですけど、結構灰もですね、薪も綺麗に焼き切れて灰だけみたいなほぼ灰だけみたいな状態になったんで、そこまで手間じゃなかったですね。定期的に煙突のすす掃除だけちょっとしないといけないかなと思いますけれども、とりあえずね今回も非常に楽しいキャンプでございました。ご清聴やご視聴ありがとうございました。